はい、おひつじ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月10日魚座の新月から3月25日満月月食までの2週間をタロットで見てみたいと思います。お願いします。早速いきますね。私の方で星が好きな方とかタロットが好きな方向けにメンバーシップを開催しています。毎月イベントをしたりとか公開鑑定をしたりとか、また個人鑑定もメンバーシップの方を優先に案内していますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。2月も3月も、4月も5月もオフ会とかリアルでやったりとか勉強会もやってます。東京も行きますし関西でもやりますので、ご興味ある方はご覧ください。はい、では早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。デビルはい、そして、カップキング逆、戦車、ペンタクルスクイーン、ダバーズ、ワンド9逆、カップ9逆。気をつけることや対策は、お月さんと、ワンドナイトとオラクルは、はい、ワンドの7です。そうですか。星で見た時に3月20日までっていうのは少し休憩時間というか、ゆったりしてねとか、何か波動調整しましょうみたいな、全体の流れの調整をするような期間なんですね。おひつじ座の皆さんにとっては春ってちょうどそんな季節なんですけども、だからある意味別の言い方をすると3月20日から新しい季節が始まるとした時に、それまでの準備をしているっていう感じかな。開花するまでの準備をしているみたいな感じの時なので、まずは焦らないでいただきたいのと、特にこの3月10日の新月っていうのはちょっとナイーブになりやすかったり、他者の言葉に惑わされやすかったり、自分の考えも自分でかき消してしまいそうになったり、ちょっとねなんていうのかな、他者とのボーダーラインが分かりにくくなるような時で、おひつじ座の皆さんって結構突進していきたいという方が多いと思うので、なんか自分らしくないなって思うかもしれないんですけど、必要な波動調整をしている時と思っておいてください。ですので、なんか空を切ってるような感じがするかもしれませんが、逆にちょっとゆったりしてほしいなって感じです。星で見るとですね。そしてカードで見ると、何かやっぱ春から動き出しそうなんですよね。おひつじ座の皆さんってね、春から来るぞみたいな感じがあるので、それまでのこのなんとも言えない準備期間の脱皮してるようなこの状態の時に、やっぱりちょっと焦るというかモヤモヤしやすいっていうのがあり、またはその春に向けて絶対これだけはこうしたいんだみたいな思いにとらわれているかもしれませんね。中には何かその目的のことがあったらそのことばっかり考えてしまって、もう思考がそのことでいっぱいってなってるかもしれないし、または大きなイベントみたいな何か自分の中で何としてでも叶えたい目標があるとしたら、そこに至るまでの準備に必死なんだとか、もう余裕がないとかっていう方もいらっしゃるかもしれません。何かとにかく進んでいきたいみたいなエネルギーがすごく強くて、過去にもこの戦車とかも出てますし、決してその状況が整ってるからできるとかっていう条件付きの信仰ではなくって、自分が行きたいというやりたいというその思いに対して、どんな道でも進んでいくよみたいな、そういう意志というか決意があり、でその思いというのは確かにモーゼの10回みたいな感じで、自分がそう思ったらその道ができていくみたいな感じがあるんですね。すごくだから強い開幕のなんか準備って感じがあるんですけど、そこに至るまでにものすごくちょっと思いが強すぎて、何かとらわれてしまっているということもあるかもしれません。ただ頭では分かってるんですよねって感じがあって、とっても中身はモヤモヤしてたりとか、すごくいろんなことを考えていたり、自分のコンプレックスが急に出てきたりとかいろいろあったとしても、でも現実は落ち着いて対処してるし、やることもしっかりとやっているっていう感じがします。仕事もこなす、やることはやる、ちゃんとお金も まとめるみたいな、なんかそんな感じもあります。そしてここから先の10日以降の流れですけど、とてもいいですね。楽しそうです。ラバーズというカードが出ていて、これはなんかウキウキしてるとか、なんかワクワクしてる、この春に向けてのワクワクした感じがなんか伝わってきますね。なんか何っていう確証はなくても、
なんかいいことがありそうな気がするっていうような期待がこの春にあるんじゃないでしょうか。いいですね。そしてまたね、ふと現実に戻った時にあれも準備しとこうとかこれも準備しとこうとかっていう形で何かを埋めようとしている、自分にもっと何かを付け足そうとしているっていう感じがありますが、ただカードで見ると別に無理して付け足さなくていいですよみたいな、そのままのあなたでいいんですよって感じがしました。これはカップの9ということで、実はすごいウィッシュカードで喜びがいっぱいなんですけれども、なんかその喜びを喜んでいいのかなとか、まだ喜んじゃいけない気がするっていうような自分でブレーキかけてる感じもあり、おそらくその次25日の月食なんですよね。この月食もまたこうエネルギーがすごく強いので、なんかこう期待がこうブワーッと広がっていくっていう感じがあって、なんかそれに見合った自分になろうみたいな、なんかそんな感じがあるんですけど、いやいや十分ですよと、十分今のままで喜んでください。今のままでこう受け取れる喜びや体感、満足感っていうのを得てくださいねって感じがしました。はい、でなんだかんだ言って心配したりとか、なんか事態がなかなか進まないなとか思ったとしても、でも自分の立場って決して崩れてないし、守られているし、うまくこなしてますよっていうふうに言われてます。なのでなんとなくですけど、こう現実はねしっかり進んでる、しっかり現実を生きてるし、ちゃんとやることやってるっていう感じがします。でもちょっと中を覗いてみると、実はちょっと心配してたりとか、何か気になってることがあるのかなっていう感じはありますが、それが現実になるというよりは、それは単なる自分の中で生まれてくるこう期待に対する不安みたいな、期待があるからこそ不安があるみたいな、そんな感覚で決して悪くないです。全体はそんな感じですね。なのでこれお仕事で言うと新しい話が来そうな感じもあります。新しい案とかね、やったことないんだけどこんなのもいいかなみたいな話が来たり、自分がそういうのに携わったりっていうことで、非常になんか可能性がありますね。そんなの自分ができるかなって思ったとしても、なんとなく、できるできない、できるからやるというよりも、そのできるできないか分かんないけれどやってみたいなみたいな、そういう何か新しいものが始まりそうみたいな、そういう期待がありますね。でそれは実際それがどれだけお金になるかとかそういうのは分からないけれども、自分の気持ち的にはとても満たされそうな気がするっていう、まだ可能性だけが見えてる状態ですけど、そんな感じもありますし、人間関係でいうととっても楽しそうですね。人間関係でいくと本当になんかしっかりと誰かの面倒を見るというよりは、なんか無邪気な自分らしさを出せる機会があるとか、肩に力入れなくていいんだみたいな、そういうこう無理しなくてもいい関係性っていうのができてくるのかなって感じがあります。新しく出会うような可能性とてもあると思いますよ、こういうとこにラバーズが出るとね。なので友達でもパートナーシップでも同僚でも先輩でも何かホッとするような、そういうちょっとワクワクってするような感じの人間関係が生まれそうですね。それは悪くない。ただご自身がなんか自分を守ろうとしすぎないようにだけ気をつけてください。全然無邪気でいいんですよ。子供っぽくていいみたいな感じがあります。そしてそうね、なので恋愛も人間関係も同じように捉えてくださいね。そんな感じかな。ちょっともう一枚見てみましょう。オラクル見てみますね。オラクルっていうか、ちょっとこのデビルを見てみます。何をそんなに気にしているのか。よいしょ。そう、死神ということでいいですね。いいですね。何かが終わろうとしてるんですね。お羊座の皆さんの中でとってもいいじゃないですか。ちょうど本当にこの4月20日って太陽がねお羊座に入る春分の日なんですけど、その後の4月20日ではない3月20日です。3月20日の春分の日もそうだし、4月の9日の次の新月もそうなんですけど、とってもなんかお羊座の皆さんこう後ろから押されてるようないい流れがあるので、きっと今このタイミングだからこそ手放せるものがあるっていうことだと思うんですね。これは終わらせることができる、卒業できるってことなんですよね。なので今はまだ気にしてるかもしれない。今はまだ気を
そこに気を取られてるかもしれないけれども、やっと手放すことができますねみたいな流れです。これはおそらく何かもう新しいものが始まろうとしてるんですよね。始まるにふさわしく何かが終わるんだなって感じが出ています。そしてちょっとオラクルね、ワンドの7って通常ワンドの7っていうのはまた出ました。カップの9。ちょっと待ってくださいね。ソードキングと太陽なんかすごいですね。通常ね、ソードの7っていうのは自分の立場を守るとか、必死にその場をやりくりしているみたいな感じで、気が抜けない状況なんだけど頑張ってるよみたいな、そんな時なんですね。だけどなんかこれはね、今だけの感じがします。この2週間だけ。この2週間はその自分の何かを超えるために一生懸命何かをやらなきゃいけないんだとか、超えなきゃいけないんだっていうところで頑張るって言ってる感じがするんですね。でそれは現実的なお仕事の量をこなすっていうことかもしれないし、もしくは自分が気にしてることをなんとか気にしないようにもう手放すみたいな、なんとかするみたいな、そういう自分でなんていうかな、自分でこの事態をちゃんと切り抜けられるよっていう感じがしたんです。他者に助けられるっていうよりも自分との戦いっていう感じがあって、自分でそれをなんとかこなすよっていうふうに言われてます。でその先にはやっぱりここでもね、カップの9が出てて、ここでもカップの9が出てて、なおかつ太陽も出てるということで、もう本当に外側の運勢はこれでもかっていうぐらいお羊座の皆さんを応援している感じですね。でカップの9って本当に嬉しい喜びなんですけども、まだ私から見ると逆位置で出ているので、本当にその喜びを受け取れるだけの精神的余裕があるかとか、その喜びを受け取ってもいいという許可を自分に出しているのかっていうのが、どうですか皆さん。その喜びを受け取る準備はできてますかって感じがしますね。ちょっともう一つセルフセラピーカード見てみます。なので全体的に見たらとてもいいんですけれども、その何が引っかかってるかっていうのは本当に自分の中だけの問題なので、おそらく自分の思考癖だったりとか、今まではこうだった、今までのパターンはこうだったっていう、そのパターンにとらわれてしまってるとかね、そういうのがあるかもしれません。気をつけること、なんかもうシャーマニックテストということで、シャーマニックテストってなんかものすごくやっぱりこれも無意識で自分の中に試練を課してませんかっていう感じがあるので、今の状況を超えるためには本当に頑張らなきゃいけないとか、もっともっとやらなきゃいけないみたいな、なんかものすごく自分の中で大きなものにしてしまってる感じがあるんですけど、昔の自分はそれができなかった、もしくは失敗した、うまくいかなかったかもしれないです。今の自分ならできるかもしれないっていうふうに捉えてみてください。今の自分なら、これまでいろいろ経験してきた今の自分ならできるかもしれない。だからあんまり自分でハードルを高くねしすぎないでくださいね。こうでなければこうならないみたいな、そういう高い条件付けをつけないってことですね。だって今のままでいいんだよって、もっと力抜いていいんだよっていうふうに言われてますから、無邪気な感じでいいよって。ここで選択というカードが出てます。そうか、選択するのはおそらく3月20日以降だと思うんですけれども、それまでの心の持ち方とか持っていき方としては、自分が本当にそれを選べるのか、選べるんですけどね、自分の選択なんですけど、それ選んでいいのかどうかっていうのをなんかためらってる感じがするので、その辺はご自身でよく考えてみてください。本当に求めてるんだったら選べばいいし。そしてギフトは恵まれた才能ということで、新しい可能性が芽生えてきそうですね。新しい可能性、新しい環境に入っていくチャンスがあるよって感じで言われてます。本当に入っていいのっていうその迷いも全部自分の選択ですからね。そしてこの2週間まとめなんですけど、神聖さということで、自分で自分の世界が作っていけるんだよって、自分の思い全てがこの世界、この現実を作っていくよっていうふうに言われているので、やっぱり今はもし何かにとらわれてしまっているとしても、その喜びや愛情や
豊かな感覚、自分で自分をもっと認めていいんだっていう感覚っていうのは今後強くなってくるので、あんまり高いハードルを自分に課したりせずに、ありのままの自分で、無邪気なあなたでいてください。はい、ということでここまでにしておきます。次回また3月25日までにアップしたいと思います。もし何かしらね、良かったですとか分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。